いい感じにエイジングしてくれるといいですね。はい、どうもこんにちは。今日はこの靴を磨いて完成させたいと思います。この靴はですね、動画では制作していません。靴作りライブとかでちょっとやったりもしたんですけど、しっかり動画にするのはこの完成動画が初めてということですね。はい、こんな感じで磨く直前まで来てます。この靴は既製ラストの試作なんですけど、試作ついでにね、僕のいとこに作りました。で、これを最後磨いて少し解説して履いてもらうところまで行きたいと思います。まずは紐をカットします。クリームを塗っていきます。この靴のアッパーは手染めしてあります。もともと生成の染色されてない革をこんな感じのライトブラウンに染めました。で、染めた染料が水性の染料を使ったのでちょっと水に弱い感じがありました。なので作りながらオイルを少し入れて革の表面が水に少し強くなるような感じでやってみました。なのでもう結構ねクリームは入ってます。ということで今回の仕上げではこの乳化性クリームで光沢を出すということで塗っていきます。ではつま先にワックスをのせます。表面磨きしていきます。この靴はいとこのために作ってるんですけど、木型はいとこの足を測って作ったわけではなく、いろんな人に合って履き心地が良くてかっこいいような木型を作って、その木型でこの靴は作ってます。試作品っていう意味も結構あるので、あんまりディティールは詰めすぎずにスピード重視でやりました。なのであんまり細部のこだわりをね語るところっていうのはそんなにないです。というかデザインが以前作ったこの靴、コードバンの靴と全く同じです。型紙を使い回してますので、それと形は全く一緒で、底付けの雰囲気とかこのアッパーの革の感じは違いますけど、ほぼほぼ同型ですね。結構ね革が違うだけでとか底付けの雰囲気だけでだいぶ印象はね変わった靴になってますね。じゃあ木型を抜きます。よいしょ。では最後に靴紐を通します。靴の色と同じくキャメル色の靴紐ですね。はい、ということで靴が完成しました。ちょっとねさらっとでしたけど磨いてツヤが出てさらにかっこよくなった気がします。で最後にちょっと解説していきたいと思います。はい、こんな感じでデザインはシンプルに装飾のないプレーントですね。で色は手染めでライトブラウンに染めました。で履き口トップラインは同じくライトブラウンの革でパイピングをしてあります。でこの部分ここは手縫いで縫い割りをしてありますね。で今回は全体的に色が薄めでカジュアルめな雰囲気があるので、出し縫いの糸は白にしました。縫い目の間隔はあんまり細かくはせず 3.5mm くらいで縫ったんですけど、糸の存在感が結構しっかりあってカジュアルな印象ありますね。かかとはこんな感じでシンプルに縫い割りのドッグテールでいってます。ソールはこんな感じです。トップリフトゴムでハーフラバーも貼ってありますね。ちょっと実用性を考えてこんな感じの仕様にしました。この木型の特徴なんですけど、つま先がねおまんじゅうです。
僕は今これをおまんじゅうトーと呼んでるんですけど、ラウンドトーとかチゼルトーじゃなくておまんじゅうトーですね。温泉まんじゅうみたいなこの丸みとボリューム感が特徴ですね。前から見るとこんな感じですね。おまんじゅうトーから甲にかけてぐぐっとせり上がっていくのがわかると思います。ちなみにこのウエスト部分は普通に縫ってるだけなんですけど、ベベルドウエスト仕様にはしてないんですけど、かなり内側に押し込んでるので、若干縫い目見えますけどね、ほとんど見えない感じで、結構ウエスト部分は細めにすることができてます。こんな感じですね。今回あんまり全体的にディティールに力は込めずに、省略できるとか省略しつつね、簡易的に作ってみたんですけど、あんまり力を込めすぎないこのカジュアル感みたいなのもこの雰囲気に、ね、合ってるのかなと思いました。ちなみに以前作ったコードバンの靴はこれです。結構履いてるんで傷とかも結構ついてるんですけど、木型のベースはこっちから来てますね。でパターンは全く同じということで、もうほぼほぼ素材違い色違いな靴になってます。素材とか色によってかなり印象変わるんですけど、こっちの黄色い方の靴もね、いい感じにエイジングしてくれるといいですね。こんな感じでコバの印象は結構違うかもしれないですね。この靴を作ったいとこは渡るの弟なんですけど、薄い色の靴が欲しいということでね、色薄めの革ってあんまりないので、今回は好みに合うように自分で染めました。実は僕も結構色の薄い靴が好きで、これねすごくね履きたいですこのコードバンの靴もねすごい気に入って履いてるんですけど、こっちの色の薄いカーフの靴もね履きたいですね。ちょっと自分用にも作っちゃおうかなこの靴を作った木型結構いい感じだと思うんですけど、いとことかちょっと他の人にも履いてもらって確かめて、木型をもうちょっと修正していきたいなと思ってます。でこれで修正したらちょっともしかしたら靴の販売ができるかもしれないので、その時はね是非よろしくお願いしますということで、また木型のこだわりとか、続報はまた動画とかライブにしていきますので、チェックしていただければなと思います。では最後にこの靴いとこに履いてもらって終わりにしたいと思います。インスタグラムにまた完成写真載せておきますので、よかったらフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。